皆さんこんにちは、クレアです。今日はこちらケイト・ピエロさんのニッティングトリコ、こちらのラフィアを使用してスマホポシェットを編んでいこうと思います。で、私が使用するのはこちらですね。カラーナンバー104番のテラコッタという色味の名前になります。こちらを使用していきます。これは法定表示が04100%で 50g113 メートル、かぎ針は6号針の指定です。こちらを使用していきます。こんな感じのね、04100%なので、浜中さんのエコアンダリア、これと全く同じような感じで使用していただけるかなと思うんですけど、ちょっとこっちの方がね、少々ちょっと細いかなというイメージで思っていただければいいかなと思います。こっちの方が、やっぱりなんかちょっと、これよりかは、太いなというイメージですね。で、こうやってしてほどいてみてみても、こっちの方がね、ちょっとだけ太いというかこう、太さがあるので、こっちの方が少々若干太いかなというイメージです。こちらの糸を使用していきたいと思います。はい。で、それから道具はこちらです。段数マーカーととじ針とハサミ、それからマグネットホックで開閉しようかなと思うので、これ縫い付け用の差し込み状じゃなくて縫い付けタイプですね。これのマグネットホック、これを2つ使用していきます。これはセリアさんのものです。で、それから、合わせていくのに、クリップとか、こんな待ち針とかでもできるんですけれども、どちらかですね、合わせる用のこのきちっとできるような感じ。それを使用していきます。で、こういう余り紐とかでもこう結んでできたりとかするので、こっちの方がね、しっかりするんですよね。とりあえずこう合わせる時にこう挟むやつがあった方が、事務用のクリップでもあった方がいいかなとは思います。で、それからかぎ針は2本使用していこうと思います。こちらですね。はい。で、本体を編んでいくのはこちら下の方の6号針 3.5mm を使用するんですけれども、ショルダーの部分だけ8号針 5mm、こちらを使用して編んでいきたいと思います。それではスマホポシェットの方は鎖を20目編んでからカードケースと同じような感じで編んでいこうと思います。で、糸端は糸処理できるぐらいに残していただいて、途中で結び目を作って、ここから鎖を20目編んでいきたいと思います。あまり大きくない方がいいので、普通ぐらいの、ちょっと気持ち小さめぐらいですかね、の感じの鎖を編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで20目鎖を編んでから1段細編みを編んで、その上模様編みになるんですけれども、20段模様編みを編んでます。で、その上に1段細編みを編んで、こうずっと引き抜き編みで終わってるという状態です。で、この状態で長さですね、測っていくと、上から下までがだいたい36.5センチぐらいで、幅を測っていくと12.5ちょいですかね。の長さになってます。だいたい12.5から13センチぐらいの間かなと思うので、またこちらも長さの方も参考になさってみてください。はい。で、これが編めたら次は側面を編んでいこうと思います。それではサイドの部分はこんな感じで編んでいきたいと思います。これ楕円の応用なんですけれども、鎖を編んでも楕円みたいな感じでこうぐる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 編むような感じになります。で、大きさをまず最初に測っていくと、上から下までですね、この一番端っこのところ、ここに合わせて下までで7.5センチぐらいですね。で、横の部分は、一応この上の部分で測っていくと4.5センチぐらいの長さになってます。はい、こちらも参考にしていただいて、では今からこちらを一緒に編んでみてください。それでは1段目は楕円の編み方で編んでいきます。なので糸端はもうちょっと残る程度にしていただいて、ここのところ途中で結び目を作って、で今回はここから鎖を24目編んでからスタートしていきます。はい、鎖を24目編んできました。で、端から合わせてみると、だいたい16.5センチぐらいの長さになってます。はい、ではここから楕円の編み方で1段目編んでいきます。それではまず鎖を1つ立ち上げて、1、2、2目めの裏山から細編みを編み始めていきます。で、まず1つ細編みを編んだら、この細編みの頭に段数マーカーをつけてみてください。これぐるぐる編んでいくんですけれども、引き抜きなしで編んでいこうと思うので、ちょっとこれはね、必ずつけてみてください。そしたらもう隣からずっと裏山一つ一つを取って細編みを編み入れていきます。
はい、端の目まで細編みを編み入れてきました。そしたら楕円と同じなので、ここ3目編み入れます。まずは1目ですね。この玉をちょっとこう右にやって、ここですね。これでまず細編みを1目ですね。で、折り返し、これ編みくるみながら編めるので、かぎ針の上に糸端を乗っけて、また同じ目にもう1目編み入れます。ということで、一番端の目だけが1、2、3と3つ入ってる感じですね。で、ちょっとわからない方は、またね、こっちの端の方を先ほど見た時にこう四角になってたと思うんですよね。で、一番最初のこの3目目の最初と、それから真ん中を抜かした最後のところ。ここに段数マーカーつけとくと次編み入れる時の目印にもなるので、わからない方はこうつけてみてください。3目中の真ん中だけつけてないです。はい。そしたら反対は折り返し編みくるみながら最後の目まで編んでいきます。はい。こんな感じで端の方まで編んできました。で、ここの細編みのところ、あともう1目残っているところが、ここ3目入れなきゃいけないので、あとこれ1目入ってるので、あと2目ですね。細編みを編み入れます。はい。これで1段目の終了です。それでは2段目はもう続けて引き抜きなしで編んでいくので、このまんま一番最初のこの細編みの頭から細編みまたスタートです。で、今1目編んだので段数マーカーを目印にまたつけておきます。で、今1目編んだところにもう1目編み入れます。で、そしたら段数マーカーのところまでは細編みを一つ一つ細編みの頭に編み入れていきます。はい、こんな感じで端の方まで編んできました。で、この段数マーカーのついてる手前まで編んでるんですけれども、段数マーカーのところ、ここのところは段数マーカーを取ってもらって、ちょっとこれ私糸をここで変えたので、ちょっと編みくるみながら進めます。このところに細編みとそれから鎖を2つ編みます。ちょっと小さめでいいです。で、また同じ穴の中に入れて細編みを編み入れます。段数マーカーのところに細編み鎖2目細編みを編み入れました。そしたらその隣にまた細編み1目あったと思います。ここのところに細編みを1目。はい。で、編んだらこのまた細編みのあったエッジでない段数マーカーのところに来ると思うんですけれども、ここのところもこのところと一緒です。ここだ。このところにまた細編みと鎖ちょっと小さめに2つと同じ目に細編みを1目編み入れます。これがね、鎖のところが角になるんですよ。なのでこうキュッキュッとなってると思うんですよね。こんな感じでこっちの方は編んでいきます。で、また折り返し端まで細編みを編んでいきます。はい、こんな感じでまた端の方まで編んできました。で、こっちは楕円と同じような編み方になるので、今この細編みで段数マーカー入ってるところの1、2、3つ目までね、3つ前まで細編み入ってるんですけど、2つ前のところは細編みを2目編み入れます。で、編み入れたらその隣を細編みを3目ですね、編み入れます。1、2、3と。はい。これで2段目の終了です。それでは3段目は、まず段数マーカーのところ、ここに細編みを2目編み入れます。で、今1、2と編んだ1目目のところに段数マーカーをまた戻してつけておきますね。はい。で、ここからはまた細編み1つを取って、また端まで編んでいきます。はい、鎖の手前の細編みまで細編みを編み入れてきました。そしたら鎖のところは細編みと、でから鎖を2つ編んで、でまた同じ穴の中に細編みを1目編み入れます。そしたら隣1、2、3と細編みがあると思うので、この細編みの頭は1つずつ細編みを編み入れます。1、2、3と。
編み入れたらまた鎖のところに来るので、ここのところは細編み、鎖2つで細編みを同じ目に編み入れます。でまた次隣からは1つずつ細編みの頭を取って端まで細編みを編み入れていきます。はい、こんな感じで端の方まで編んできました。で段数マーカーのこの手前が12345と5つ細編みが残っている状態です。でその隣ですね、ここのところに5つ残っている状態の一番最初のところ、ここを細編みを1目編もうと思います。でその隣を細編みを2目編もうと思います。はい。そしたら次ここのところを1目細編みで、次のところも1目細編みで、次最後ですね、ここも1目細編みということで、こんな感じで編んでいきます。はい。でこの段の終了です。で次の段ですね、こっからがまた始まりなので、一番最初は細編みを2目編みます。今段数マーカーのところに細編みを2目編んで、1目目のところに段数マーカーをつけておきます。ちょっと楕円になってますよね。でこっからまた端まで1つずつ細編みを編み入れていきます。はい、こんな感じでまた鎖の手前まで細編みを編んできました。では鎖のところは同じですよね。細編みと鎖2目、それからまた同じ穴のところに細編みを編みます。はい、で隣からはまた細編み1つずつを編み入れます。今1、2と編みました。で3、4、5、5つですね。5つ細編みを編んだらまた角の鎖のところに来るので、細編みと鎖2目と同じ穴にまた細編みを編み入れる。でその隣ですね、すいません。その隣からはまた1つずつ細編みを編み入れていきます。はい、こんな感じでまた端の方まで編んできました。で段数マーカーついているところから数えて12345、6つ目、ここのところまで細編みですね、入れてあります。でその隣が細編みを1目編もうと思います。ちょっと角というかこう円になるようにしたいので、そうするとこの隣は2つ入れたら良さげなので2つ入れますね。細編みを2目編み入れます。でこっからはもう一つずつ細編み編み入れようと思います。1、2で3。はい、そうするとちょっと丸くなったかなと思うので、今度は一番最初のこの細編みの頭、段数マーカーのところに引き抜きます。はい、これで終了なので、こっちの方はもう糸処理できるぐらいに残してカットしてみてください。はい、で抜いてもらって、これをまた後ろにこうスーッと細編みの足にですね、糸処理をしてみてください。これで2つできたので、これが編めたら次はサイドにつけていかなきゃいけないのでつけていきます。こちらのスマホポシェット本体の糸処理なんですけれども、編み始めと編み終わりのところですね、これこっちの、これ引き抜き編みをして終わってるところになるんですけれども、細編みがここ綺麗に見えてる方、こっちを表面にしたいと思います。こっちがね裏になるんですよね。表面の方、この細編みの足が綺麗に見える方を表面にするので、この糸端は裏ですね、こっちに入れます。はい、これを基準にしてこちらの方もこう、裏に入れるという風な感じで糸処理をしていきます。はい、こんな感じで全部のパーツを編んで、それから糸処理もして、スチームアイロンで裏からこうかけて整えてきました。で表になる方に目印としてこれ全部段数マーカーをつけてあります。でこれを今度からこんな感じで合わせていきたいと思います。それではまずこのスマホポシェットの本体のところ、ここを2つに折っ
して半分のところに段数マーカーをこうつけておきます。でここの部分のところに線がねあるんですね。ここにシューッとこう線があるんですけれども、このところとこちらのポケットの部分、この下の部分を合うような感じにしてここをかがっていきます。では同じ糸でひっつけていこうと思うので、この糸処理する分プラス3倍ぐらいですね。今ここで、糸処理する分プラスここで1倍として2倍で3倍のちょい長めぐらいにしてでカットします。でこれでとじ針に通してひっつけていきたいと思います。それではこの2枚を合わせやすいようにするためにクリップでこれを2枚を挟んでおきました。これはもう待ち針とか段数マーカーでこう留めても大丈夫です。とりあえず動かないような感じにしておいていただければいいので、その状態でかがっていきます。でここの半分のところのこの線ですね、ちょっと見えづらいかなと思うんですけど、多分皆さん見たらここにシューッと線がご自分のにあるかなと思うので、それを基準にしてこう合わせていってみてください。それでは段数マーカーのところと、それからこの一番端っこのところですね、ここをまずは最初に2回ぐらい合わせていきます。でここの線ですね、シューッとあるこの線に沿ってちょっとかがっていこうかなと思います。まずはこの一番端っこのところに入れて、で段数マーカーのところにまず入れますね。で1本じゃなくてこの2本のちょっと引っ掛けれるようなところ、ここに引っ掛けてやろうかなと思います。はい、これぐらい糸端を残して、糸処理できるぐらい残して、ちょっとここはね一回結んじゃいますね。はい、これでちょっと固定をしつつ、ちょっともう一回入れとくかな。もうかなり頑丈に全然こう今結んだだけで大丈夫だと思うんですけど、こんな感じでちょっとギュッとしておきます。でそれからはこの線に沿ってなので、だいたい同じ位置ぐらいにこうかがる感じにしていきます。でかがらなくてもこれ後ろのところってもうこう中に入るので全然見えないので、普通にぐさぐさぐさっと縫うだけとかでも全然大丈夫です。自分のお好きな感じでやってみてください。はい、で端までずっとやってったら、一番最後の端のところ、ここのところだけはちょっと2回ぐらい通して固定させて、糸処理はこの中にこう針をねこうずっと入れて糸処理をするという感じで、こちらの方も糸端あると思うので中に入れて糸処理をしてみてください。それではサイドの部分はこんな感じにしていこうと思います。でこちらの部分でご説明すると、まず本体のこのバッグの部分ですね、これを半分に折って、下のところにね一番最初ここつけた時につけといたのあると思うんですよね。私も外しちゃったんですけれど、外された方はもう一回ちょっとつけてみてください。それとこの楕円の真ん中の中心のところと合わせるような感じで、まず1箇所ここ固定します。でそれから上のところ、後ろこれバッグの方ですよね、これ前の方フロントの方はこんな感じでまずこうつけて、でここのところをここがまっすぐになるような感じで、1箇所ここ合わせといたところと同じような感じのところを合わせます。はい、で私これクリップでこうやってして留めてるんですけど、普通にね糸とかでも大丈夫です。残り糸結構あるかなと思うので、何でもいいですよ。糸カチッと切ってもらって、とじ針とか通してもらって、この一番上の部分とかこう見たところ、こういうところをねこうやってしてね止めて、ちょっとめんどくさいかもしれないんですけど、こっちの方がね一番ちゃんとできると思うんですよね、クリップとかよりも。こうやってしておくと何箇所かこうやってしておくとそれでもできますので、クリップない方でも全然こんな感じでしてみてください。待ち針で留めるよりこっちの方がねいいかなと思います。逆にこっちにねやった方が、待ち針で留めるとどうもふにゃっとなるのが気になるし、クリップもねちょっと少々ずれたりするのが気になるので、こっちが一番確実かなと思いますけれども、お手持ちのものでやってみてください。でそれをこう順番にこう留めていって、私はこんな感じにしてあるんですけれども、ここのところをですねひっつけていこうと思います。
はい。それではですね、私はもうこんな感じで、やっちゃったんですけれども、こんな感じでくっつけれたら、次は編んでいくんですが、2箇所に分けて編んでいこうと思います。で、こっちが表目になりますよね。これはポケットの部分になるんですけれども、こっちのところに綺麗に細編みの足が見えるようにしたいので、この表面を見るような感じで、ずーっとこう細編みをね、一周じゃないや、ここの部分まで編んでいきます。これ1箇所目。それから2箇所目はこっち表です。この後ろを向けて、ここのところって何も引き抜き編みもしてないと思います。こことここのところは引き抜き編みしてるんですけど、こっちのところしてないので、ここから引き抜き編みで始めて、ここまで来てからずーっと細編みで編むという感じにしていこうと思います。それでは、この引き抜き編みするところからしていきます。後ろを向けたところですね。この辺りからしていきます。まずはこの端の方からするんですけども、この一番端っこの部分と、ここですね。これ、鎖のところになるんですけれども、ここのところと、それからこっちの方は鎖の部分です。この部分に入れてもらって、ここからもうした方がいいかなと思うので、糸を引っ掛けて引き出してきます。で、こっちは糸処理できるぐらいに残してもらって、鎖を1個編んで、引き締め分ですよね。引き締めておきます。はい。そしたら、この引き出したところ、ここのところにまたかぎ針を入れて、こう後ろの部分です。で、これはもう邪魔なので、ちょっと右の方に置いときますね。これで、引き抜き編みを1個します。はい。こんな感じで引き抜き編み1個したら、次、隣からはもうそのまんま、細編みの頭を取って、引き抜き編みをするだけです。はい。こんな感じで端まで引き抜き編みをしていきたいと思います。はい、ここから端まで引き抜き編みをしてきました。一番最後の目まで引き抜き編みをしてやります。そしたら、もう一回同じところに入れて、こっちのところはこれ鎖のところになってたと思うので、鎖端っこのところですね、角のところ、ここに入れて、まずは細編みを1目編み入れます。はい。編んだら、鎖を1個ですね、編みます。はい。で、編んだら、そこからはもう次の目からずーっと細編みを編んでいくということになるんですけれども、こっちのところは、この細編みの頭が見えるので、ここのところ一つ一つを取って細編みを編み入れていくんですけど、そのお迎えのところってここのところ、これ一段ごとに細編みになっているので、そのお迎えさん、そのお迎えさんっていう感じで細編みをずーっと編んでいっていただけたらいいです。ここのところずーっと編んでいくという感じにしたいと思います。はい、ここからぐるっと一周端まで細編みを編んできました。で、一番端までこれやってるんですけれども、端を編んでから鎖を一つ編んで、で、またこっちに折り返し、引き抜き編みで戻るという感じにしていきます。こんな感じで端の方までですね、一番端っこのところまでやってきました。そしたらここで終わりになりますので、鎖を一つ編んで、糸処理できる分の長さ残していただいてカットします。はい。で、こちらの一方は一つできました。こんな感じで、ここのところですね。こういったちょっとここのところとかねずれたりしてる部分があったかなと思うんですけれども、それも適度なところに入れていただいて合わせて3枚ですねできました。そしたら反対の方も同じような感じにしていきます。ここのところはもうしちゃってるので、なのでここからずーっとぐるーっとしてここのところ引き抜き編みをして終わりになるので、そこまでやってちょっとこのバッグの本体の方がねもうちょっとできるので、このところとかつけてできるので、あともう少しですね頑張って編んでみてください。それではポケットのこのフラップの部分、こちらを編んでいこうと思います。で、編み方自体はここの編み方と全く一緒ぐらいの編み方になるので、編み方一緒ですよね。2段ぐらい編んでいくだけになります。で、糸端で今度はかがっていこうと思うので、30センチちょいぐらい残していただいて、途中で結び目を作って、ここから17目鎖を編んでからスタートしていきます。はい、鎖を17目編んできました。で、測ってみると、こんな感じで測ってみると、だいたい10.5センチぐらいの長さになってます。
はい。ではですね、ここから1段目編んでいきます。はい。それではここから1段目入っていくんですけれども、1段目はもう先ほどのサイドの部分と全く一緒の編み方になるので、ぐるーっとですね、1段目と同じような編み方で編んでみてください。はい。こんな感じで1段目編んできました。そしたら2段目も全く一緒な感じでぐるーっと編んでいきたいと思います。はい。こんな感じでぐるーっと2段目編んできました。で、ここが一番最初のダンスマーカーつけといたところの1、2、3と3つ余ってて4つ目まで細編みを編み入れてます。で、ここの部分3つ目の一番最初のところですね。ここのところが細編みを2目編もうと思います。で、その隣、ここのところが細編みを1目。で、最後も細編みを1目編む。という感じにしようかなと思います。はい。で、これは蓋の部分でちょっとしっかりしなきゃいけないので、ここから続いて鎖を、引き抜き編みをしていきます。入れてもらって、まずは1個目の引き抜き。で、段数マーカーをこの半目のところにつけておきます。で、隣のところに引き抜き編みという感じで引き抜き編みをしていきたいと思います。はい、こんな感じで端の方まで引き抜き編みをしてきました。で、最後のところ1目細編みを引き抜き編みして鎖2目のところになります。ここのところにまずは引き抜き編みを側に入れてしてしまってから鎖を1つ編みます。で、また同じ目に入れてもらって引き抜き編みをして隣は1、2、3と3つ細編みがあると思うので細編み一つ一つに引き抜き編みをしていきます。で、端っこの鎖2目のところ、ここのところに入れて引き抜き編みを1回して鎖を1つでまた同じ目に入れて引き抜き編みをしていきます。で、その隣からは1つずつ細編みの頭を取って引き抜き編みを端までまた編んでいきます。はい、こんな感じでまた端の方までですね、最後の目まで引き抜き編みをしてきました。そしたらここでチェーンつなぎをしようと思うので、糸処理できる分にカットして引き抜きます。で、とじ針に糸端を通したら、この半目だったところですね、ダンスマーカーついていたところの半目に入れて、で、出ているところ、ここになりますよね、ここか。はい、ここに戻します。はい、こんな感じでつなげたら、後ろでもそのまんま糸処理をしちゃいます。はい、こんな感じでできたら、際でカットして、これでポケットの蓋の部分が出来上がりです。はい、こんな感じで、こっちの横のところもずーっとやってきました。次、このスマホのこのポシェットのところ、これ今カバーしかないんですよね。これ本体で撮ってるので、なのでカバーをちょっとね、こんな感じで入れてみました。すっごい余裕でめっちゃ映えると思って。で、これをこうやってしてやるんですけれども、こちらですね。この編んだやつをここにつけたいと思います。こんな感じ。なので、ちょっと試しにやると、こういった感じですよね。ちょっとね、ここのところが見えるような感じにはなってるんですよね。で、こういった感じで、この辺り、もうちょっと上かな。この辺りぐらいにこうやってつけて、ちょっと余裕を持ってこう、できるような感じにしたいと思うので、ここのところも、ちょっと今回は説明はしないんですけれども、とじ針に入れて、ちょっと下の方まで入れて、ここのところをこうぐーっと縫うような感じですよね。にしていただいたらいいかなと思います。ここのところはね、しない感じ。ここのところだけこうやってやって、パチパチパチッと、ここはマグネットですよねとか、可愛らしく何かつけたりとかもしてもいいかなと思います。はい。こんな感じでしてみてください。で、次ができたら、次ショルダーのところをしようかなと思うので、ショルダーの紐を編んでいこうと思います。
はい、それでは持ち手は2本取りのエビ編みのコードを編んでいこうと思います。で、かぎ針は8号針 5mm を使用します。で、片一方でかがっていこうと思うので、片一方をちょっとかがる分長めですね。に残してもらって、で、もう片方の方は糸処理できる分ぐらいに残してみてください。で、途中で結び目を作って、こちらが糸処理する分。で、こちらがかがる分ですね。ちょっと私いつも長めに設定するので、40センチ、50センチぐらいいつも私は残してます。はい。で、そこで鎖をまずですね、2つ編みます。で、編んだら、最初の1目目の鎖の上半目、ここにかぎ針を入れて、細編みを編みます。引き出してきて、引っ掛けて、この2本を引き抜く。はい、細編み1目編めました。そしたら細編みを編んだこの横に、これ1目目の鎖なんですけれども、ここに入れるところがあるので、まずですね、ここにかぎ針を入れます。ここに入れて、引っ掛けて、この1本のループだけですね、引き抜いてきます。そうすると2本になってると思うんですけど、これを引っ掛けて、2つを引き抜きます。はい、これで1つできました。そしたら時計回りにくるっと回すと、またここに引っ掛けれる場所があります。2本。ここのところに入れて、引っ掛けて、引き出してきます。で、引っ掛けて2本を引き抜く。で、またくるっと時計回りに回すと、ここに入れるところがあるので、ここに入れて、引っ掛けて引き出す。で、かけて2本を引き抜くという感じでぐるぐる編んでいきます。で、ご自分のお好きな長さがあるかなと思うので、身長とかも違うとあれなのでね。なので、自分のお好きな長さになるまでこのコードを編んでみてください。はい、こんな感じで自分の長さのところまで編んできたら、一番最後は鎖を一つだけ編んで、それから片一方が糸処理する分ですよね。で、もう片一方の方がかがる分なので、ちょっと長めに残してカットします。で、ここのところスーッと抜いて引き締めるという感じでできました。こんな感じでできたので、次はこの紐をバッグにつけていこうと思います。それでは、クリップとか、留めるものとかで留めていただいた方がやりやすいかなと思うので、ちょっと留めていただいて、この紐がねじれていないことを確かめて、もう一本の方もクリップとかで留めてみてください。で、私はもうこっちの方つけちゃったんですけれども、これぐらいですね。こんなぐらい出すような感じ。これぐらいでつけました。内側の方につけていきます。で、閉じ針に糸端を通したら、ここからかがっていこうかなと思います。それではこの紐とこの編んだものの中心、ここが合うような感じにしてかがっていきます。で、まずは下についているので、下の部分からこんな感じでかがっていくだけです。はい。で、まず1回固定したらもう1回した方がいいかなと思うので、下の部分ちょっと2回ぐらい固定していきます。引っかかるな、これ。はい、できました。2回ぐらい固定したら、もうここのところをこうぐしぐし塗っていくだけです。色がね、全然わかんないので、このね、横のなんかこう引っ掛ける部分がこうピュッピュッって出てるところがあるんですけど、ここに入れて出してっていうのを私はしました。ここに出して、この穴のところにね、ちょっと出しますね。はい、できました。そしたら次隣のところに行って、このかけるところにやるという感じです。こんな感じでやってきました。で、上のところだけはここを渡らすような感じなので、ちょっと、ここの鎖の部分のこの下の部分、こっちから見るとこうですね。この部分に出し入れすると、全然糸が、わからないので、この部分で出し入れしてつけて、で、こちらの方ぐるーっとこう、編むじゃない。ひっつけていくって感じですね。で、最後に玉結びして、玉留めして、で、中の方にシューッとこう上の方に通すだけということになります。
簡単にできるかなと思うので、それしていただいて、私まだね、ここマグネットとかも何もつけてないので、これをつけて、で、スチームアイロンとかでちょっと歪みとかも整えてもらった方が綺麗になるかなと思うのでしていただいて、最後、次ですね、出来上がり完成の方で大きさとかご紹介しようかなと思います。はい、こんな感じで最後まで仕上げてきました。で、中のつけたところの持ち手のショルダーの部分はこんな感じになっています。こんな感じでつけました。で、まず大きさから測っていくと、これの横幅が13センチですね。上から下まで測って、だいたい18.5センチぐらい。で、このポケットのところは16センチぐらいの大きさになってます。で、マチの部分、ここの部分を測っていくと、だいたい、ここのところも、だいたい5センチとかかなと思います。はい、こんな感じになりました。で、私はここにスマホを入れようと私は思ったので、それぐらいの大きさに作ってみたんですけど、これスマホケースですね。スマホちょっと今これ撮ってるので、スマホケースだけでいくとこんな感じで、スポッと入ります。こんな感じで入ります。ちょうど高さもいいかなと思うので、こんな感じで。ここのところもね、ちゃんとつけました。この糸でつけてあるので、違和感ないかなと思います。一緒の糸でね。で、ここにはこれ、セリアさんのですね、このボタンの、つけるやつ。これをグルーガンでペタッとつけてるだけです。で、こちらのカードケースですね。これも、こんな感じでスルッと入りますし、で、まだね、私の場合は最近ちょっとお財布をね、あまり使わないようにしてるんですね。全部、携帯のシャランってある決済のやつ、あれでしてるのと、カード自体にお金をもう先にチャージしてするのとかってあると思うんですけど、そればっかりで、あまりもう、カバン大きいのってもう使ってないので、なのでお財布も多分ちっちゃいやつ使うと思うと、これぐらいで、ハンカチとかも入りますしね。全然余裕でかなと思います。で、これスマートキーケースなんですけれども、これセリアさんとかでもこういうカナルビこうやってこれあると思うんですよ。なのでこれをつけて、これ自体ももうこうやってして、ここのところにカシャッとつけたらすぐにつけれますし、取り外しも可能なので、こういった感じで、ここのところですね。こっちか。こんな感じでつけてお出かけするのもね、セットで合わせるとすごい可愛いかなと思うんですよね。色味はね、ちょっと違うので作っていただいてもいいかなと思うんですけれども、セットで合わせるともう一つ、これ3玉でできたので、いいかなとは思います。で、まだここに私このパチンパチンつけてないのであれなんですけど、はい、こんな感じでつけたりとかもできますし、内布をつけていただいてすごく綺麗に仕上げていただいても素敵な感じに仕上がるんじゃないかなと思います。今回はこちらのスマホケースの編み方をご紹介しました。よろしければすごく可愛い3点セットにもなってますので、お揃いで編んでいただければなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。